電気自動車の購入は何百万人もの人々にとって夢のようですが、トヨタはわずか1万3000ドルという価格で新型 EV を発表し、みんなを驚かせました。このような低価格の EV は、EV が富裕層だけのものではなく、一般の人々にも普及することを意味します。しかし、真の疑問は、このような低価格の EV が、大手企業が約束するのと同等の性能を提供できるのかということです。確かに、人々が基本的なガソリン車を購入するのに、それほど費用はかかりません。今や、EV はそれほど安く手に入ります。問題は、これが本当に実現可能かどうか、そしてもし可能だとしたら、テスラ、BYD、タタといった、依然として人々に数十ルピーもの費用を負担させて自動車を販売している企業に何が起こるのかということです。トヨタはこの車を中国で発売しました。これは自動車業界だけでなく、業界全体にとっての痛手です。なぜなら、価格競争が始まるからです。高価な EV を販売していた企業は、今や戦略を転換せざるを得ないでしょう。しかし、大きな疑問は、これほど安価な EV が、人々が求める性能と航続距離を本当に提供できるのか、それとも単なる宣伝戦略に過ぎないのかということです。私を信じてください。この車は単なる新製品ではなく、EV 業界全体の様相を一変させるでしょう。トヨタはどのようにしてこれを実現したのでしょうか？そして、その背後にある真のゲームとは一体何なのでしょうか？それを理解するには、動画の最後まで見てください。この電気自動車は、電気自動車市場にどのような衝撃を与えるのでしょうか？しかし、その前に、チャンネルに登録して、このような驚くべき動画をいち早くご覧ください。世界で信頼できる車が話題になるたびに、真っ先に名前が挙がるのがトヨタです。この企業は、単に車を作るだけでなく、信頼の物語を紡いでいます。何年も前、他の企業が設計と速度に焦点を当てていた頃、トヨタは高品質と耐久性を第一のアイデンティティとしました。だからこそ、今でも人々は、長く乗り続ける車を買うならトヨタに勝るものはないと言います。アメリカ、ヨーロッパ、アジア、インドなど、世界各地でトヨタ車は、その堅牢性と信頼性から高い評価を受けています。中古車市場でさえトヨタ車の価格が下がらないのは、大きなトラブルもなく何年も走り続けられることが人々に理解されているからです。トヨタの最大の強みはハイブリッド車時代です。世界がガソリンとディーゼルに依存していた時代に、トヨタはプリウスを発売し、ガソリンと電気エネルギーを組み合わせることで車が動くことを示しました。プリウスは単なる自動車ではなく、未来の自動車の未来を垣間見せる存在でした。この車は、ガソリンを節約し、汚染物質を削減することが現実的であることを証明しました。プリウスの後、世界中の何百万人もの人々がトヨタのハイブリッド車を採用し始め、これによりトヨタはグリーン時代におけるリーダーシップを確立しました。今日でも、トヨタはハイブリッド車のラインナップが最も豊富で、この分野での実績は他のどの企業よりもはるかに大きいです。では、トヨタが電気自動車を発売しても、なぜ人々はそれをより信頼するのでしょうか？という疑問が生じます。答えは簡単です。トヨタが決して不完全で未完成な技術を市場に投入しないことは、世界が認めるところです。彼らは新しい技術を開発するたびに、発売前に何年もかけてテストを行います。これが彼らの強みです。そして、トヨタが1万3000ドルの EV を発売すると聞けば、人々はそれが詐欺ではないと確信するでしょう。トヨタのイメージは、安価な EV を発売するということは、それが耐久性と信頼性が高く、一般の人々にとって実用的な車になることを意味する、というものです。トヨタは常にコストパフォーマンスを重視しているため、トヨタの EV は一般の人々にとってより説得力を持つでしょう。トヨタの車は不必要に高価でも、無駄な機能ばかりでもありません。人々が本当に求めているもの、つまり信頼性の高いエンジン、メンテナンスの容易さ、適切な燃費、そして長寿命を実現しています。電気自動車にもこの両方が備わっていれば、人々は迷わず購入できるでしょう。世界中の多くの企業が EV を製造しています。しかし、多くの人々は依然として電気自動車を完全に信頼できていません。バッテリーがすぐに劣化してしまうこともあります。
充電に手間がかかることもあります。料金が高すぎて不安になることもあります。しかし、トヨタの呼びかけがあれば、こうした不安は自然と軽減されます。人々は、トヨタが単なる飾りではなく、日常生活に溶け込むような車を提供するだろうと認識しています。これが、トヨタの EV が他社よりも注目を集めている理由です。こうした低価格こそが、電気自動車に関して最も重要な問題です。電気自動車に関して言えば、常に価格が最大の問題となります。今日でも、ほとんどの電気自動車はあまりにも高価で、一般の人には購入を想像することすらできません。しかし、トヨタが新型電気自動車、トヨタ BZ3X をわずか1万$3000という初期価格で発売した際、業界全体が衝撃を受けました。これは噂ではありません。この車は中国市場ですでに発売されているのです。他の企業がより高価な車を大量に販売している中、トヨタはなぜこれほど手頃な価格の EV を製造できたのか、誰もが疑問に思うでしょう。その秘密を探ってみましょう。最大の秘密は現地生産です。トヨタはこの車を中国で製造し、BYD のような地元企業と提携しています。BYD は世界有数のバッテリー及び EV メーカーであり、中国における生産、供給チェーンは非常に強固です。トヨタはこの強みをうまく活用しています。販売地で製造することで、輸入税、配送料、物流費などがすべて節約できます。これが、トヨタ BZ3X の中国における価格が他の国と比較して非常に低く抑えられている理由です。もう一つの大きな理由はバッテリー技術です。EV で最も高価なのはバッテリーです。テスラなどの企業がハイパワーバッテリーを使用しているのに対し、トヨタは BZ3X に BYD の LFP、リン酸鉄リチウム、バッテリーを採用しました。これらのバッテリーは安価であるだけでなく、より安全であるとされています。確かに、エネルギー密度はわずかに低く、ニッケルベースのバッテリーほど長くはありませんが、日常使いには最適です。最も重要なのは、これらのバッテリーは寿命が長く、価格も安いため、自動車全体のコストが下がることです。三つ目の鍵は、サプライチェーンとパートナーシップです。トヨタはほとんどの部品を中国企業から調達しています。中国はすでに EV 業界で先行しており、バッテリーから電気自動車まで全てが中国で大量生産されています。大量生産により、価格は自動的に下がります。トヨタは BYD と FAW、中国系企業との合弁事業を立ち上げ、BZ3X を生産しました。この取り組みにより、生産コストが大幅に削減されました。四つ目の鍵は、政府の支援です。中国政府はすでに EV 販売に対して多額の補助金を出しています。近年、これらの補助金は若干減少していますが、地方レベルでは依然として多くの優遇措置が利用可能です。安価なバッテリー、現地生産、そして政府の支援を組み合わせれば、自動車価格はさらに下がります。これが BZ3X がこれほど低価格で販売できる理由です。さて、問題は、この車が中国国外でこれほど安価に販売できるかどうかです。答えはおそらく、そうではないでしょう。米国、欧州、インドなどの市場に参入すると、輸入税、安全基準、そして現地の規制によって価格が急騰するからです。トヨタが現地生産を開始し、現地企業と協力すれば、価格を極めて抑えることができます。トヨタ BZ3X の目的は、単に車を販売することではなく、EV も一般の人々の手の届く範囲にまで普及させることができることを示すことです。中国で発売されたこの車は、適切な技術、現地生産、そして供給チェーンがあれば、EV は必ずしも高価である必要はないことを明らかにしました。BZ3X の低価格には、主に3つの理由があります。中国での現地生産と提携、BYD の安価で安全なブレードバッテリー、そして強力な供給チェーンです。これらに加え、政府の優遇措置も価格の引き下げに貢献しました。これがトヨタの真のアプローチであり、一般の人でも簡単に購入できる業界初の信頼性の高い EV を開発する機会を与えました。バッテリーと航続距離の真実。新しい電気自動車が発売されるたびに、
まず最初に浮かぶ疑問は、その航続距離はどれくらいなのかということです。正直なところ、EV を購入する前に、人々は価格よりもバッテリーと航続距離について考えることが多いからです。車が安価でも、充電後に150から 200km しか走らないとしたら、顧客は不安になってしまいます。だからこそ、トヨタ BZ3X に関する最大の疑問は、この安価な EV のモデルは一体何なのか、そしてどのようなバッテリーが搭載されているのかということです。トヨタは中国で BZ3X を発売しており、この車には LFP、リン酸鉄リチウムをベースにした BYD のブレードバッテリーが搭載されています。LFP バッテリーの特徴は、NMC ニッケルマンガンコバルトなどの他のバッテリーよりも安価で、より安全であると考えられていることです。これらのバッテリーは発熱が少なく、長寿命です。これが、低価格 EV に多く採用されている理由です。トヨタは BZ3X にも同じバッテリーを搭載することで、車両の充電コストを抑え、一般の人にとって手頃な価格を実現しました。航続距離についてですが、公式データによると、BZ3X は中国の CLTC テストに基づき、1回のフル充電で約400から 450km 走行できます。世界的に普及している WLTP モードで測定した場合、航続距離は約350から 380km と、やや短くなります。実際の走行では、風通しや交通量、道路状況などによって、この車は最大 300km の安定した走行体験を提供します。これほど低い料金で300から 350km 以上走行できるとしたら、一般の人々にとって非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。バッテリーの2つ目の重要な要素は、充電時間です。BZ3X には DC 急速充電ガイドが付属しています。つまり、このバッテリーは30分で約30から 80% まで充電できます。一方、通常の AC 充電では、フル充電に6から7時間かかります。つまり、夜間に充電器に車を預けておけば、朝には充電が完了しているということです。このパターンは、現代の人々が携帯電話を充電する方法と全く同じです。さて、このような手頃な価格のバッテリーの全体的な性能はどうなるのでしょうか？実は、LFP バッテリーは他のバッテリーよりも寿命が長いのです。テスラもハイエンドモデルに LFP バッテリーの採用を開始しました。トヨタも同様の方向を選択しました。その利点は、ユーザーがバッテリーの交換を頻繁に気にする必要がなくなることです。報告によると、BYD ブレードバッテリーは3000から5000回の充電サイクルに耐えることができます。つまり、8から10年間はバッテリーを交換する必要がないということです。なぜトヨタは固体電池を搭載しなかったのか、と疑問に思う人もいます。答えは簡単です。固体電池はまだ研究と初期試験段階にあります。価格が非常に高く、量産はまだ不可能です。トヨタ自身も固体電池を採用しており、2027年から2028年にかけて市場投入を計画しています。しかし、現時点では、これほど安価な EV を製造したいのであれば、LFP 電池が最適な選択肢です。一方、NMC 電池は航続距離が少し長いですが、価格が高く、安全性のリスクも高くなります。一方、LFP 電池は低価格、高い安全性、長寿命で知られています。これがトヨタが BZ3X に LFP を採用した理由であり、これによりトヨタの車は一般ユーザーにとって手頃な価格になっています。つまり、BZ3X の最大の魅力は速度だけでなく、バッテリーと航続距離にあることは明らかです。単速走行で300から 350km の航続距離と、信頼性の高いブレードバッテリーの生産。これらが一般の人々にとってこの車を賢明なものにしている要素です。デザインと機能。新しい電気自動車に関して人々は速度やバッテリーだけでなく、どのような機能が搭載されているのかを知りたいのです。車は単に移動手段であるだけでなく、ライフスタイルやラグジュアリーとも結びついています。さて、トヨタ BZ3X についてですが、このような手頃な価格の EV は単なるベーシックなもので済むのでしょうか？それとも現代の車に必須とされる最新機能も備えているのでしょうか？さあ、
その秘密を明かしましょう。まずはグラフについてお話しましょう。トヨタ BZ3X は非常にモダンで洗練された外観を備えています。外観は未来的なスタイルでデザインされており、価格が手頃なだけでなく、高級感も兼ね備えています。シャープな LED ヘッドランプ、空力ボディ、そして滑らかなラインが特徴です。トヨタは EV 専用に設計された BZ0 シリーズとデザイン言語を統一しています。これは一見しただけでわかります。この車はアンティークなガソリン車の電気版ではなく、現代的な電気自動車のようです。さて、問題はインテリアとシステムです。このような低価格車であるにもかかわらず、基本的な機能以上のものが備わっています。Android Auto と Apple CarPlay をサポートする大型タッチスクリーン、インフォテインメントシステムを搭載しています。デジタルデバイスクラスター、マルチファンクションステアリングホイール、オートエアコンなどの機能も備わっています。つまり、ドライビングエクスペリエンスはまさに現代の車に期待される通りのものです。さらに、インターネット接続や基本的なスマート機能も搭載されており、ユーザーはテクノロジーを身近に感じることができます。室内は快適性と広さを第一に考えて設計されています。家族が快適に過ごせるスペースも十分に確保されています。後部座席の足元と頭上にも十分なスペースが確保されています。この車は初めての購入者だけでなく、家族連れにも最適です。トランクスペースも十分に確保されているため、日常使いにも短距離移動にも快適に使用できます。さて、最大のポイントは安全性です。トヨタは常に自動車の安全性に重点を置いており、BZ3X にもそれが反映されています。ABS、EBD、エアバッグ2個、そしてスタビリティコントロールといった基本的な安全機能を備えています。さらに、一部のモデルには、レーンホールドアシスト、自動緊急ブレーキ、アダプティブクルーズコントロールなどの先進運転支援システム、ADAS も搭載されています。これほど低価格の EV にこれらの機能が搭載されているのは実に素晴らしいことです。そして、これはトヨタの得意分野でもあります。信頼性と安全性に妥協することはありません。ここで疑問が生じます。この車は初めて車を購入する人向けに設計されているのか、それとも家族連れにも適しているのか。実は、トヨタは両方のタイプの顧客を念頭に置いて設計しています。初めて EV を購入する人にとって、この車は低価格で使いやすく、信頼できる選択肢となります。一方、家族向けの車を求める人にとっては、十分なスペース、快適性、そして安全機能を備えています。つまり、この車は単なる EV ではなく、家族全員での使用にも適しているのです。世界市場への影響。トヨタ BZ3X1、11万$3000の EV 発売の影響は中国だけにとどまらず、世界市場全体に影響を及ぼすでしょう。これまで、テスラ、BYD、ヤンダイ、タタ、マヒンドラといった企業が EV 業界の主要市場を席巻していました。各社は独自の価格戦略と生産方式を採用していました。しかし、トヨタの今回の参入により、市場の流れは一変するでしょう。その理由は明白です。これほど低価格で EV を発売することは、すべての企業が自社の車両の価格と生産方法を見直す必要があることを意味します。まず、テスラについてお話ししましょう。テスラはこれまで高級 EV ブランドとみなされてきましたが、そのモーターは高価でした。最も安価なモデルでさえ3万$5000を超えています。このような状況下で、トヨタが1万$3000で EV を販売すれば、特に低価格車を求める人々が多い国々において、テスラは大きなプレッシャーにさらされる可能性があります。テスラは価格を引き下げるか、トヨタ車と競合する新型車を発売せざるを得なくなるかもしれません。BYD について言えば、同社は業界最大の EV メーカーであり、中国における地位は非常に強固です。BYD はすでに低価格の EV を製造していますが、トヨタは自社技術であるブレードバッテリーを搭載したさらに低価格なモデルを発売しました。これは BYD の収益に直接的な影響を与える可能性があります。確かに、BYD の強みはバッテリー製造のリーダーであることです。しかし、トヨタが同じ世代の車両をより低価格で販売すれば、
BYD も価格を引き下げざるを得なくなるでしょう。さて、ヒュンダイについて考えてみましょう。ヒュンダイはアイオニックシリーズのような高級 EV を発売していますが、その価格も高額です。ヒュンダイは技術とデザインに力を入れてきましたが、トヨタのエントリーレベルの EV は、市場において生産だけでなく価格設定も同様に重要であることを示しています。ヒュンダイは、一般消費者の予算内で購入できるモデルも展開していく必要があるでしょう。インドの企業について言えば、タタとマヒンドラも直接影響を受ける可能性があります。タタは現在、特にネクソン EV やチアゴ EV といった車種でインドの EV 市場をリードしています。価格は80万ルピーから150万ルピーです。しかし、トヨタが将来、現地生産でベズ 3X をインドで発売し、価格を100万ルピーから120万ルピーに維持した場合、タタとマヒンドラはそれぞれ自社モデルの価格を引き下げざるを得なくなります。マヒンドラは EV 市場でまだそれほど大きな進歩を遂げていませんが、タタはトヨタと直接競合しています。今、大きな問題は、これが EV 価格競争の火種となるかどうかです。答えはイエスです。トヨタのこの動きは、他の企業に車両価格の引き下げを迫るでしょう。これまで EV は高級品とみなされていましたが、今や大衆向け製品として台頭しようとしています。価格競争が激化するにつれ、一般の人々は安価で信頼性の高い EV を入手できるようになるため、恩恵を受けるでしょう。しかし、企業にとっては利益を削減し、生産コストの削減に取り組む必要があるため、これは大きな課題となるでしょう。アメリカ市場について言えば、テスラやフォードのような企業は EV 業界の大手企業です。しかし、トヨタがこのような手頃な価格の EV を投入すれば、テスラにとって警鐘となるでしょう。アメリカの顧客はこれまでテスラのファンでしたが、トヨタは価格に敏感なセグメントを容易に獲得できるでしょう。欧州市場では、フォルクスワーゲン、ルノー、ヒュンダイなどの企業が EV を販売しています。欧州における EV 普及率は高いものの、EV は高価です。トヨタが BZ3X のようなモデルを欧州で発売すれば、近隣の企業も価格を引き下げざるを得なくなるでしょう。アジア市場、特にインドと東南アジアは、トヨタの低価格 EV に最も大きな打撃を受ける可能性があります。これらの国では、EV は高級車であるため、人々は依然としてガソリン車やディーゼル車を購入しています。トヨタが BZ3X をインドネシア、ベトナムなどの国で現地生産で発売すれば、EV の普及が始まるでしょう。トヨタ BZ3X は単なる自動車ではなく、世界市場の様相を変えることを目的とした車です。テスラ、BYD、ヤンダイ、タタ、マヒンドラなど、各社は方針転換を迫られるでしょう。EV 価格競争が始まり、購入者はより大きな利益を得るでしょう。EV 業界の均衡は、米国、欧州、アジア全体で変化するでしょう。EV 業界は現在、転換期を迎えており、今後5から10年でその様相は一変する可能性があります。これまで、電気自動車は高価な技術と考えられていました。トヨタのような企業が1万3000ドルで EV を発売したとはいえ、今後価格がさらに下がることはほぼ間違いないでしょう。技術が進歩し、バッテリーの生産が大規模化すれば、EV のコストはさらに下がるでしょう。現在 EV が100万から150万ルピーで販売されているとすれば、将来的には70万から80万ルピーまで上昇する可能性があります。つまり、EV はもはや贅沢品ではなく、一般の人々の車となるということです。さて、1万3000ドルの車が本当に EV を主流にするのでしょうか？答えはイエスです。トヨタのような信頼できる企業が、このような低価格の EV を発売し、バッテリー航続距離が300から 350km にも達するのであれば、これまで EV の購入に消極的だった国々でも、EV は必ずと言っていいほど購入されるでしょう。EV は中国などの国ではすでに人気が高まっていますが、米国、欧州、インドでは価格が依然として大きな障壁となっています。トヨタのような企業がこの障壁を打ち破れば、EV は主流となり、2人か3人に1人が EV を採用するでしょう。
これは自動車業界のビジネスモデル全体を置き換える可能性があります。これまで自動車会社はガソリン車とディーゼル車から収益を得ており、EV は高級車部門にとどまっていました。しかし、今後 EV が安価になり、一般の人々の選択肢となるにつれて、企業は戦略全体を変更せざるを得なくなります。EV は稼働部品が少なく、頻繁なメンテナンスが不要なため、メンテナンスやリフォームからの収益はさらに減少する可能性があります。つまり、企業はサブスクリプションサービス、バッテリー交換、ソフトウェアアップデート、関連サービスなど、新たな収益モデルを見つける必要があるということです。さて、石油会社と国際政治への影響についてお話ししましょう。手頃な価格の EV の登場は、ガソリンとディーゼルの需要が急速に減少することを意味します。数百万人が EV を採用すれば、ガソリンスタンドの需要は減少し、サウジアラビア、ロシア、湾岸諸国などの産油国の経済は大きな影響を受けるでしょう。これらの国々は長年にわたり石油販売によって富を築いてきました。しかし、EV 革命は彼らにとって危険信号です。石油だけでなく、リチウムなどの金属資源の政策も変化します。EV バッテリーにはリチウム、コバルト、ニッケルなどの鉱物資源が必要です。オーストラリア、チリ、アフリカ諸国は、これらの鉱山が最も多く存在します。電気自動車の生産が増加するにつれて、これらの国々の重要性はさらに高まります。今、石油資源の政策はバッテリー資源の政策にとって変わられるでしょう。この変化は政府にも直接的な影響を与えるでしょう。世界中の政府はすでに EV への移行を促進するための規制を制定しています。補助金、税額控除、充電インフラへの投資は増加しています。トヨタなどの企業による安価な EV の登場により、政府は EV の普及が容易になったと感じているかもしれません。その結果、ガソリン車やディーゼル車の段階的な廃止に向けた計画策定が加速する可能性があります。欧州ではすでに2035年までの内燃機関、アイス、エンジン車の販売禁止が導入されています。今後、米国やインドなどの国々も同様の重大な決断を下す可能性があります。しかし今、最も重要な疑問は、トヨタ BZ3X が謳い文句通りのパワーを発揮するのか、それとも単なる宣伝戦略なのかということです。なぜなら、企業は当初は低価格を提示しますが、その後、価格のばらつきや装備の違いから、実際の価格は高額になることが多いからです。もしこの車が$13,000で販売され、安定した航続距離と性能を備えているなら、EV 業界にとって画期的な存在となるでしょう。もしヒット作となれば、テスラのような企業にとって大きな挑戦となるでしょう。テスラはこれまで高級車市場をリードしてきましたが、一般の人々向けにこれほど手頃な価格帯の EV を提供したことはありませんでした。BYD もこれまで中国で圧倒的なシェアを誇っていました。しかし、トヨタの躍進は EV 業界が富裕層だけのものではないことを示唆しています。さて、最後にあなたへの質問です。トヨタのこの$13,000の EV が業界の競争を決定的に変えると予想しますか？それとも数年後に市場が落ち着くための単なる宣伝文句でしょうか？いずれにせよ、EV 業界が従来の方向性を追うことはほぼ間違いないでしょう。今後数年間で EV 業界全体が大きく変化していくでしょう。